こんにちは、のぶしです。外を歩いて外で飲むとこ飲み。今日は広島駅から御嶽寺まで歩きます。御嶽寺は広島駅から西にある高野山真言宗の寺院です。広島駅からは徒歩で5キロほど。で、これだと近すぎるので、今日はその途中で出家園に寄ります。2025年8月25日、広島駅前では広電の旧広島駅電停の撤去作業が進んでいました。今、南の方向に向いて見てます。そうですね、太田川デルタの川が分かれていく様子、よくわかりますね。広島には長く住んでいますが、出家園にも御嶽寺にも行ったことがありません。観光地の近くに住むと行かないのは私だけでしょうか。名称出家園。平日の朝は人が少なめです。入園料は大人350円、子供150円。広島県立美術館が併設されていて、そちらとセットのチケットもあります。鯉の餌が売っていました。1袋100円。思わず買いました。和傘のレンタル300円。どちらも無人販売です。春と秋がいいって聞いてたんですけど、これ多分夏に来ても結構綺麗ですね。出家園は1620年、元和6年に浅野長明が別邸の庭として始めた大名庭園です。江戸後期には京都から清水七郎右衛門という庭師を招き大規模改修、また1758年の大規模火災からの復旧や戦後の復旧などにも30年ほどの時間をかけ、1970年代になって現在の姿に整えられました。こうした幾度もの復旧の積み重ねがこの庭の静かな深みにつながっているとも評されています。回遊式の庭として池や茶室、見どころが点在しており、歩きながら変わる景色を楽しめます。特に良かったのがこの悠々亭。ここから見る景色はまるで額縁に収めた大きな一枚の写真のようでした。後になって調べると、出家園の庭の名前は儒学者林羅山の開山をその地に縮め、風景をこの牢に集むという序文に由来すると伝えられ、まさに風景を縮めて楽しむにはという意図が込められているようでした。卓営地にはたくさんの立派な鯉や亀がいました。さあ、出家園を出まして、ここから御嶽寺までね歩いてみたいと思います。出家園いいところでしたね。40年間広島にいて初めてですよ。じゃあね、このまま御嶽寺まで1時間くらいっていう風になってます。4.1 キロ見えるかな。ちょっと行ってみようと思います。
結構な上り坂だな。うわ、なんかすごいな。これはそうか、どっちかというと登山の扱いなのか、散歩っていうよりか。あ、これ入っていいのか。参道ってなってるからいいんだな。ちょっとね、ここに来るまでに結構疲れて舌が回ってないかも。ここでお金っていうことですね。200円。帰り道でもいいですよって200円入れてみましょう。お、音が鳴る。これだ。御嶽寺。御嶽寺は自伝によれば809年空海弘法大師によって創建されたと伝わる古刹です。山あいに立つ寺院らしく、参道から本堂に至るまで仏像や石碑、羅漢像が点在し、歩くだけで歴史の行き違いが感じられます。地名の通り、境内には3つの滝があり、常に水の音が響いていて、とても落ち着く作りになっています。特にこの手水、冷たくてめちゃくちゃ気持ちよかったです。原爆投下の際、爆心地からは3キロ強の距離のここが避難所となりました。その後、原爆犠牲者の供養のため、和歌山県の広八幡神社から多宝塔が移築。その他にも慰霊の場としての歴史を持ち、境内には平和を願う碑がたくさん並んでいます。海外から訪れた観光客からも平和を願う絵馬がたくさん収められていました。ここが寺院から御嶽山山頂へとつながるルートですが、看板によると1時間程度かかるとのことです。
この日は山登りの準備をしていなかったので、ここで引き返しました。次回はちゃんと登山の準備をして挑みたいです。多宝島。1951年、昭和26年、和歌山から原爆被害者供養のために移築。中には国指定重要文化財、木造阿弥陀如来坐像が安置されています。さあ、御嶽寺からだいぶ下ってきました。そうですね、どっかでね、食べるものとかお酒とか買いたいんですけど、この辺ね、ちょっと調べたけど何も売ってる感じがしないんですよね。もしかしたら駅まで降りてもないのかもしれない。とりあえず御嶽駅にね向かってみたいと思います。さあ、御嶽駅から帰ろうかと思ったけど、でもせっかくここまで来たんだからね、なんか食べたいっていうことで、ちょっとね近くにあるお弁当屋さんまで行ってみようと思います。近いって言ってもね、ここから1キロくらい歩かないといけない。もうちょっとだけ頑張りましょう。さあ、田舎屋弁当さんというところでね、お弁当ゲットしました。天むす弁当ですって。なんか美味しいらしいよ。じゃあどっかでお酒手に入れて、近くに公園があったんでね、そこで食べたいと思います。さあ、歩いた。よいしょよいしょ。さあ、田舎屋弁当さんの天むす弁当ですね。そしてお酒。よし、乾杯。うまい。弁当美味しそう。美味しい。天むす弁当です。二口サイズくらいのおにぎりにエビ天をぶつ切りみたいにして入っていましたね。塩分はやや控えめに感じましたが、とても美味しかったです。
ごちそうさまでした。天気いいですね。暑っ。よし、片付けもしっかり終わりました。じゃあここからどうしようかな。本当は三滝駅っていうところから帰ろうと思ってたんですけど、もうここからはね、横川駅の方が近いんですよね。前回の動画で横川駅から広島駅ってやっといて、今回は逆のね、広島駅から横川駅に行くっていうね。まあそれもいいかっていう感じです。じゃあ横川駅まで戻りましょう。今回は広島駅から出慶園、三滝寺を回り横川駅まで歩きました。およそ13キロ、4時間弱のお散歩でした。とても落ち着く場所で人も少ない穴場でしたね。皆さんもぜひ歩いてみてください。前回の動画を見たりいいねをくださった方ありがとうございました。たまに動画を上げるのでチャンネル登録、おすすめコースのコメントとかいいねをくださるととても嬉しいです。ではまた次の動画も見てください。